私は風花。自宅で仕事をしている。高卒の私はそのまま就職したのだが、会社と自分のやりたいことが合わずに退職した。以前より興味があった在宅ワーク関連のことを調べて勉強し、今ではそれを仕事にしている。人の縁を大事にしたことにより、横のつながりが増えていったのだ。夫の恭一とは高校からの友人で、いつの間にか付き合いそのまま結婚。恭一には弟である拓磨くんがいて、エリカさんという奥さんがいる。このエリカさんという女性は気難しそうな人。というより、何を考えているかわからない。拓磨くんとエリカさんの結婚の顔合わせで親戚が集まったことがあった。私や親戚のみんなはこの時初めてエリカさんに会った。みんなに簡単な自己紹介をして順番に話をしていくエリカさん。ニコニコと愛想を振りまいている。私のそばに来た時、みんなにしていたのと同じように挨拶をした。はじめまして、風花です。よろしくね。はじめまして。なあ、もしかして恭一さんの奥さんですか？はい、そうです。拓磨から話は聞いてます。とても頭の良い方だと。いえ、そんなことないですよ。なんだか恥ずかしいな。やっぱりいい大学を出ているんですか？いえ、私は地元の高校を卒業してるだけですよ。高卒なんですか？はい、それが何か？そうなんですね。ところでエリカさんはどこの高校？なあ、用事思い出した。そう言ってエリカさんは私の前から去り、他の人とおしゃべりをしていた。用事があるって言ってたのは嘘だとその時すぐに察した私。それからエリカさんに声をかけ続けたが、エリカさんは私の顔を見ようともせず、強制的に話を切り上げられてしまい、全く会話にならない。特に何か気分を害することを言ったわけじゃないのに不思議だった。たまに目があってもすぐそらされ、明らかに私にだけ態度が違う。エリカさんとの出会いはそんな感じで終わった。久しく親戚とは連絡すら取っていなかったが、お母さんの還暦祝いで再び集まることになる。お母さんはまだまだ元気で若々しく優しい人だ。そんなお母さんとお父さんはエリカさんと拓磨くんと4人で同居している。もちろんエリカさんもお祝いに参加していたのだけど、私を見るなりどこかへ逃げていった。今日はエリカさんに話があるから少しでも空気を和ませないといけない。後を追いかけて挨拶するも、エリカさんは鼻で笑うだけ。私はこの後どうしようかと困り果てていた。お酒が入ったみんなはいつもよりも賑やかになっていた。私はお手洗いのために席を立ち、戻るとさっきまで私が座っていた椅子の上に誰かの荷物が置いてあったのだ。エリカさんが荷物を置いていたようで、拓磨くんがそれに気づく。エリカ、そこ置いちゃダメだろ。風花さんの席だぞ。いいじゃない。そう言ってどんどん私物を乗せていくエリカさん。カバンの中から化粧品やらお菓子やらたくさん出してきて次々と置いていく。相当酔っているのか、周りが止めるのを気にもしない様子。その場で立ち尽くす私をエリカさんは指をさしながら笑っている。その表情は意地悪な魔女のようだった。なんで立ってるの？座ればいいじゃん。でも椅子が。あなたの席？そんなのあるわけないでしょ。ババアは床で食ってるって。
ちょっとあんたなんてこと言うのよ。失礼にも程があるわ。謝りなさい。そうだぞ、気分悪いだろ。嫌ならここから出ていけばいいと思うよ。私もその方が嬉しいかな。この人と一緒の空気吸いたくないし、お父さんたちがあんたと住みたくない理由わかるわ。そんなこと一言も言ってないだろ。酔いすぎだ。だって風花さんって高卒なんですよね。そんな低学歴の人と同じ屋根の下に住むなんてそりゃ嫌よ。何の話ですか？私大卒なの。頭もいいしちゃんと大学出てるから偉いのよ。あなたみたいな高卒のダメ人間とは違ってね。だからお母さんたちは一緒に住むことを許可してくれたんだと思うわ。高卒の何が悪いんですか？だって高校卒業するなんて最低限のことでしょ。それで満足しちゃうんだからおバカさんよね。お母さんたちも恥ずかしくてそんな人とは一緒に住みたくないわよ。じゃあその大卒のエリカさんは大変よくできた方なんですね。お仕事も順調なのよね。今仕事はしてないけど、これから先生に教えてもらうのよ。在宅の仕事なんだけどね。なんか親戚にそういうの詳しい人がいるって聞いたからさ、きっと頭のいい人なのね。それはよかったね。でもあまりにも無礼なことをしていると何も教えてくれないと思うわよ。はあ？するわけないでしょ。そういえばその先生っていつ来るの？あんたとは違ってきっと高学歴のエリートだわ。とりあえず食事が終わってからにしましょうか。椅子に座らせてもらえる？だから床で十分でしょ。そこでご飯ぐらい食べれるでしょ。わかりました。ため息をついて冷たいフローリングの上に座ると、エリカさんはそれを見て爆笑している。親戚は皆私とエリカさんを交互に見ながら震えていた。エリカさん、あんたなんてことしてんのよ。え？何って？誰に向かってそんなことしてるわけ？高卒のダメ人間のこと？こんな人のために椅子用意しなくていいですって。それよりも先生のために開けておきましょうよ。風花さんがその先生なんだけど。え？お前な、風花さんがせっかく来てくれたっていうのに。え？いやちょっと待ってよ。そんなの聞いてないから。どういうことなの、たくま。伝えようとしてもお前が聞かなかったんじゃん。会ったら先生だってわかるとか言ってさ。稼いでるって聞いてたから絶対風花さんじゃないって思ってたのよ。高卒でそんなことできるわけないし。学歴なんて関係ないでしょうが。みんな風花さんだって知ってたの？なんでそんなやつに頼むのよ。他にもたくさんいたでしょ。もしいないんだったら独学でやってたのに。お前が独学でできるような人なら風花さんに頼まないんだよ。風花さんは独学でやってきたから教えてもらえるいい機会だと思って。それなのに随分と失礼なことばかりして恥ずかしい。頼んでないことしないでくれる？余計なお世話なんだけど。お前が外で働くのが難しいから自宅で仕事したいって言ったんだろうが。だってどこ行ってもクズしかいないんだもん。やってられないわ。そうやって人のせいにばっかしてすぐに辞めていくから雇ってくれるところなくなったんだろ。私悪くないもん。エリカさんも少し落ち着いてるかと思ってたけど、今回の話はなしにさせていただきたいです。普通に挨拶だけしてくれるだけでもよかったのに、こんなことされるなんて不快です。ごめん、風花さん。いえ、悪いのはそちらのお嬢さんですよ。でも残念です。仕事の斡旋もお断りしますね。
そんなことまでしてくれるつもりだったのか？未経験の方でも構わないと言ってくださるクライアント様もいますので、でもこんなに失礼な人はさすがに紹介できませんね。先方に迷惑がかかってしまうので。私がエリカさんの目をまっすぐに見て言うと睨み返された。エリカさんの顔は耳まで真っ赤になっている。酔っ払っているせいか、それともただ逆ギレしているだけか、どちらかはわからない。ふんと鼻を鳴らしてせせら笑うエリカさん。なーによ、上から目線でムカつくわね。どうせそのクライアントっていうのも大したことないでしょ。ルイは友を呼ぶって言うし、風花さんと同じような人の集まりに違いないわ。クライアントの皆様は大変素晴らしい方々です。そんな方と同じだなんて恐縮ですね。褒めてないから。何さ、傷の舐め合いでもしてるんじゃない。次元の低い人間同士仲良くすれば。ほんとこんな人と同居してなくてよかったわ。こっちまでダメになるところだった。エリカさん、口の利き方に気をつけなさい。みっともないわ。そうだぞ、君も大人なんだ。少しは落ち着いて。エリカさんはお父さんとお母さんの顔を見て怒鳴る。だいたいなんでもっと早く言わなかったんですか？風花さんだなんてこちとら願い下げですよ。その日が来るまでの楽しみにしたいって言ってたじゃないの。もちろん楽しみでしたよ。この人だとは思ってなかっただけで、こいつ高卒。いい加減にしなさい。声を荒げたのはお母さんだった。いつも穏やかな人だったから正直びっくりしている。そもそもあんたが頭下げてここに住んでるのよ。一緒に住みたいって言って。そうですよ。旦那のご家族と仲良くしたいし、支えていきたいと思って。嘘ばっかりつくな。3年も住んでるのに家事もしなければ仕事もしてないじゃないか。そうなの？はい、体調が悪いと言って家事をサボったり、仕事は今探してるところだからと言って。本当のことですよ。手伝いたかったのに直前になってお腹が痛くなったり。嘘おっしゃい。その後ポテチ食べてたでしょ。バレてるわよ。元気になったからお腹が空いたんです。それで小腹を満たそうと思って。その日だけじゃないでしょ。ずっとそうだったよね。家のことしましたよ。そうだ、靴揃えてたの気づきました。今日たくさん人が集まってるから玄関が。それで家事やった気分になってんじゃないよ。うちのことやったじゃないですか。なんで怒られないといけないの？お手洗いに行く際、玄関のそばを通った私。確かに乱れていた靴はきれいに揃えられていたけど、私の靴、自分で揃えておいたんですけど、なんか乱されてました。もしかしてエリカさんですか？今日絶対来るのは分かってたから、少しだけいたずらしてやろうと思ってだけ。いい大人が何やってんだ。まったく。俺なんか頭痛くなってきた。大丈夫？薬持ってくるわ。誰のせいだと思ってんだよ。大卒のエリカさん、聞かせてほしいんだけど、在宅ワークってどんな仕事だと思ってるわけ？うちで楽して稼ぐんでしょ？会社に行かなくていいからのんびり起きられる。パソコンさえあればどこでもできる夢のような仕事よね。勘違いされてるようですね。仕事に楽なものなんてないですよ。そんなこと言うなんて、もしかして仕事に苦労してるの？やっぱり稼いでるなんて嘘っぱちよ。収入が高いんならもっと態度に余裕あるはずだもの。なんかコネでも使ったんじゃない？間違いなく風花は稼いでるよ。俺と同じぐらいの収入だけど。恭一くんは確か公務員よね。それと同じってすごいわね。
もう嘘はいいって。大学に行く頭脳すら持ち合わせていないのに独学で稼げるわけないでしょ。どうせどこの大学も落ちまくったんでしょうね。きっと滑り止めすらダメだったのかな。まず私は大学受験すらしてないですよ。就活してたので。学ぶことを放棄してもう働いたわけ？ウケるんだけど。特に学びたいこととかなかったし、どちらかというと働きたい欲が強かったので。またまた言い訳しちゃって見苦しいわね。口だけは達者なこと。それで入社してきたなんて会社側はいい迷惑よね。どうせクビになったんでしょ。違いますよ。私から辞めると言ったんです。合わないと思ってたけど、長い間ずっと耐えて考えてきました。たくさん悩んで、それでもダメだと思ったから辞めることにしました。まさかニート？面白いわ。ニート、そうなるんですかね。実家からは出て一人暮らしはしてましたけど、貯金を少しずつ崩して生活をしながら仕事を手探りで始めていったんですよ。今もそうなんじゃないの？強がってるだけでさ。いえ、今では安定した収入を得ていますが。努力の賜物よね。頑張ったわね、風花さん。はあ？独学でそんなすぐ稼げるわけないでしょ。嘘ついてんだって。誰がすぐに稼げるなんて言いました。時間はかかりますよ。独学ならなおさら。実践しながら少しずつできることを増やしていったんです。どこの業界もそうだろ。そんなすぐできるんだったら誰も苦労しない。そのノウハウを直接教えてもらえるの？こんなラッキーなことないわ。話聞いてました？不快になったからそれもやめると言いましたよね。せっかく身につけたことを次世代にも伝えていきなさいよ。ケチケチしないでさ。もちろんそのつもりだったんですよ。ですがあまりにもあなたが失礼なので、このことはなかったことにしようかと。ああ、いいチャンスだったのに台無しにしたな。もったいない。失礼なのは前からでしたけどね。どういうこと？初対面の時に早くもバカにされてましたよ。高卒だと知った途端無視されるようになって。そういえばエリカさん、様子おかしい時あったわね。あれがそうだったの？緊張してただけ。緊張してたら人のこと鼻で笑えるかな。私にはそうは見えなかったけど。まあ、あなたそんなことしてたの？どこまでも失礼極まりないわね。しかもそれは周りに人がいない時なんです。私とエリカさんしかいない時にされて。うわ、悪質だわ。違うわよ。何かの間違いだから。ただにこやかに笑ってただけで。あんな蔑んだ目で笑われたの初めてです。とても怖かったですね。よーく覚えてますよ。言いがかりだわ。風花さんひどい。ひどいのはどっちなの？かわいいお嫁さんバカにするのもいい加減にして。私だってかわいい嫁になるでしょ。どこがかわいいの？仕事はしない。家のことも放置。学歴だのなんだの人を見下してばっかり。これのどこに可愛げがあるのよ。言ってみなさい。待ってよ、落ち着いてお母さん。誰のせいでこんな怒ってると思ってるの？3年もあんたのこと待った。いつかはちゃんと動いてくれるって信じてたけど無駄だった。これから働くから。これから？そう言って3年経ったけど、いつになったら変わるの？少しでも何かした？そのバカ切りの返事してるからこうなったんじゃないの？あんたに何がわかるのよ。私だって陰で頑張ってたのに。そうやっていつまでも被害者ぶるのはやめたらどうなの？こっちの気持ち踏みにじっておいてさ。支えられてるのはエリカの方だったね。あんたは人事のように言ってるけど、夫であるあんたにも責任があるのよ。当たり前でしょ？夫婦なのよ。
互いに何かあったら責任を取るもんでしょ。めちゃくちゃですね。エリカさん、それで大卒？何その目は。本当なんだから。そんなに疑うならアルバムでも何でも持ってきてあげるわよ。いえ、結構です。興味ないんで。いちいちカチンとくるババアね。証明になるもの見せない方がいいんじゃないですか。だって揺るぎない事実だってわかるし。何言ってんの。そのために持ってくるって言ってるんでしょ。頭悪いわ。さすが高卒。だってエリカさんと同じ大学の人がかわいそうじゃない。は？何それ嫌味なの。ババアはねちっこくて嫌いだわ。陰湿なことしてくるあなたよりかはマシだと思うけど。調子に乗ってんじゃねえぞこの年増が。エリカ。たくまくんがよく通る声でエリカさんを呼ぶ。彼の表情はどこか悲しげだった。思わずエリカさんも静止する。別れようか。は？何を急に。以前から君の言葉遣いとか気にはなっていたんだ。でも人には短所ぐらいあるからって目をつむってたけど。なんであんたまでそんなこと言い出すの。みんなして私のこと傷つけて楽しい？違うよ。傷ついてるのはこっちだって。よく周りを見てごらんよ。周りを見渡すエリカさん。私もそれに倣いみんなの顔を見る。そこにいるみんなは全員怒っているような悲しんでいるような表情をしていた。しかしそれを見てもエリカさんは何も感じないようだ。何さ、こんな話になるからしけるんでしょ。最初に言い出したのって誰だった？ふうかさんでしょ。原因作ったのはお前だろ。人になすりつけるのは卒業したら。ついでに弱そうな頭卒業したらどう？そうすれば少しは品のある言葉遣いになるのでは。そうなってももうエリカに魅力は感じないけど。あんたさ、自分がイケてると思ってんの？あんたが生涯ぼっちそうだろうと思って拾ってやったのに、パッとしない地味男のあんたを旦那にもらってやったのに、そんな言い方されるなんてね。告白してきたのもプロポーズしてきたのもそっちだろ。男らしく積極的にならなかったから私から動いたんでしょうが。初耳なんだけど。自分の夫にさえそんな態度を取るんですか？どうしてそんなにみんなを上から見てるの？何がそんなに偉いの？それも大学出てるから。じゃあ大学出てれば人をバカにしていいってこと？そんな免罪符でもあるの？そんなこと言ってないでしょ。話が飛躍しすぎなのよ。だってあんたの言い方聞いてるとそうとしか思えないもの。自分は何にもしてないのに人にばっか求めて、自分ができてから物言えって話。エリカさんは何ができるんですか？いつも自信ありげなので気になってたんですよ。今までの言動からするに得意なこととかスキルとかあるんですよね。教えてもらえますか？なんだったかしら。いろいろあるから忘れちゃったわ。あるわけないわ。お風呂の洗い方は、ご飯の作り方は、ゴミの捨て方は、どうするんだった？そんな立て続けに言わないでよ。困るじゃない。いつもやってるならこれぐらいすぐに答えられるよね。家事をサボりたいからうちに住んでたのかい？違いますって。確かに家事なんてやったことなかったからやり方がわからないのは事実よ。じゃあ習うなり聞くなりできるでしょ。それをやってこなかったのは誰？そのくせ人のことはああだこうだ言う暇はあるのね。優雅で羨ましいわ。今からでも教えてもらえるかもしれないぞ。それは君次第なんだけどね。お母さんが頼むんなら。甘ったれてんじゃない。あんたは一体何様なのよ。頭を下げることもできないの。どうしてそんなこと。
私は頭を下げるなんてそんなみっともないこと絶対にしないから。プライドだけは一丁前ね。私もちょっと見習おうかしら。やだわお母さん。せっかくみんなから好かれているのに、わざわざ嫌われに行くことないですよ。そうだな。プライドの塊なんてさっさと捨てればいいのに。どんどん人が離れていってるのに気づいていない愚か者だよ。私が愚かですって？人をバカにするなんてどんな神経してんの？負け犬はよく吠えますね。あんたが全部悪いのよ。せっかくのお母さんの還暦祝いを台無しにして。こうなったのはあんたのせいだよ。何にも分かってないのね。そんなことしてるからダメなのよ。私はこれから挽回してたくさん稼ぐんだから、ババアの世話になる必要なんてないからね。目の前にあることすらやろうとしないあんたにそんなことできるかい？周りが見えなくなって何もかも失っているのにさ。なくなった分取り返していくつもり。じゃあたくまがいなくなった分も取り返せるのかしら？人の心を動かせるほど自分ができた人間か、もう一度よく考えたら。たくまくんは無表情で何も言わない。そんな様子を見てエリカさんは黙ってしまった。エリカさんはたくまくんと離婚する直前、在宅の仕事をなんとか見つけたらしい。いいクライアントが見つかったと喜ぶエリカさんを横目に、たくまくんは家を出て行った。しかし、あの高いプライドや傲慢さにより、クライアントと揉めまくっている様子。そして業界で噂が広まり、エリカさんに仕事を頼む人はいないということだった。エリカさんがたくまくんに電話で泣きついてきたらしい。無言で通話を終え、それからすぐに連絡先を消去したたくまくん。エリカさんのあの難ありの性格を直さない限りは、どこに行っても結果は一緒だろう。賃貸暮らしでのんびりと一人で過ごすたくまくんは、どこか晴れやかな表情だった。私はというと、それからもしっかり稼ぎ続けることができており、どんどん人との縁が増え、今は新しい事業に着手している。毎日ワクワクしながら仕事に励んでいる。